皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方始めていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を室谷由紀女流3段に今回はね設定してあります。あなたが後手です。はい、私が後手番ですね。相手の方、3段の方です。6六歩とね止めてこられました。まあこれで振り飛車もねかなり三間飛車が得意戦法ということなので、まあそうですね、9四歩とついて、まあこれは受けてみますかね。それ1六歩とついてね、まあ穴熊を牽制するような手ですね。はい。で四間飛車でした。王様上がって角をついてね。さあ、相手の方は角道を止める振り飛車で、私の方は、現状ね、船囲いに組んでということで、ここからどうしますかね。銀を上がって相手の方も銀上がってね、飛車先の歩をついてみますか。ちょっと私のも急戦でいくか、持久戦でいくかちょっと迷いとこですね。はい。相手の方はここで、2八玉3八銀と上がれば、美濃囲いの形ですね。で今ちょっと考えられているので、最近はね、4六歩とついて、3六歩とついて3七桂から2九玉といったね組み方、実際そうでしたね。この組み方がね、ちょっと流行しつつあるんですよね。どうする、これ難しいですね。こうちょっと7四歩とついてみますか。場合によっては急戦を行くよっていう手をやっています。で王様寄って、ここの歩もついてちょっと様子を見ながら、歩ですか。さあ急戦にするのか、ちょっと懐かしの天守閣美濃っていう順も考えられたわけですね。2四歩とついて2三玉と上がれば天守閣美濃。どうしようかな。迷いますね。じゃあ天守閣美濃ちょっと行ってみますか。あんまりこれ多分天守閣美濃、で前でもありましたかね。私が振り飛車やって相手に天守閣美濃をやられたことあったかもしれないですね。これちょっと珍しい、私が採用するのはかなり珍しいと思います。で銀を上がってね、これが天守閣美濃という、角の上にね王様来てちょっと知らないとねぎょっとするような構えなんですけれども、これがね天守閣美濃の構えです。さあここで難しいですね。4四銀と上がって3三銀か6四銀と出て急戦を狙うか。銀が上がりますかね。はい、これは守備に使うという考え方です。で銀を引きましてね、4枚目の谷川先生ですね。今ね谷川浩司九段が、この美濃囲いをね得意とされてるんですね。で飛車を回ってきましたか。これ非常に手堅い対応ですね。を作ってもあったと思います。これはね難しいですね。ここから王様を1二玉ときて2三銀と固くする手もありますし、ちょっと動いてみますかね。今飛車回りがちょっと手堅い手だったので飛車を寄って、これはねもしこの歩がついてあるとこの時に6六角という手があるんですね。これちょっと解説戦でできればと思うんですけど、4五歩がついた6五歩ついてあれば6六角と上がって、7五角とさばいた時に7八飛車というのがテクニックでね、それはね1本取られちゃう。これで例えば居飛車の番、振り飛車の番だと6六角なんですね。なのですがこれ居飛車の番なので飛車が走ってね、これで一歩持てるのが、今回の私の狙いですね。さあ飛車を寄って、これは場合によっては角を切ってくる手を狙ってるんで、容易ならね油断してると、例えばこれ形とばかり7四に飛車を引くと3三角内でね飛び上がっちゃいますね。さてどうしましょうか。難しいな。桂馬を飛びますか。これはね今現状角の紐がついてるんで、いきなり切ってこられても一応角でね取り返せるんで、はい。ただこれ気をつけた方がいいですね。飛車がこう、そうですね、これ同飛車って取ると大変なことになりますね。同飛車って取ると角を切られてるので飛車引くしかなくて、で角上がろうってことかな。相手の方違いましたね。より積極的に、これがね天守閣美濃のね危ないところというかね、狙われるウィークポイントなんですよね。同歩と取るんですが、これでね同桂と取って銀上がるとね香取られちゃうんで銀引くんですが、これちょっと危ない格好ですよね、やはりね。これがこういう順がね、ある程度狙われて危ないので、近年はねちょっとこう天守閣美濃ってね減ってるんですね。今ね8六歩は手筋で、これで歩を打ってどうかということですね。はい、これで桂馬を取ってしまってね、桂馬を取り切れればね、やはりいくらちょっと気持ち悪いと言っても、相手の方もね振り飛車がもう守りの桂ですから、これ4五歩と取れればいいんで、今突き捨てね、これね地味ですけどとっても大事な手なんです。というのもね、ここで7五歩とついて8四飛車に7四歩っていう手の時に8六飛車と走れるようにしてるんですね。
まあすごい高騰なんてちょっと難しいかもしれないんですけど、この歩突き捨ててないと7四歩8四飛車7五歩と突かれて結構困っちゃうんですね。この歩を突き捨てておけば7五歩8四飛車7四歩に8六飛車と出れるっていうね、うまくできてるんです。これは8六歩はねぜひ覚えていただきたい手筋です。さあ相手の方ちょっと考えてますね。このまま、桂馬を取られてしまうとやはりちょっと桂損がね、ちょっと居飛車がねそうこの時に飛車を寄ると居飛車側にちょっと気持ち悪い格好にさせましたけど、これ桂馬取られるの痛いので、はい、この時にね7四歩と突く、先ほど構成された7四歩と突く、これも突いてこられるかもしれないんですが、その時に8六飛車とね走れるようになってるっていうのが突き捨ての効果です。で今飛車を置いてきました。これですとね、一手余裕を得たので、桂馬を取る余裕があるよってことですね、一例を挙げればね。ただ桂馬を取るとこれ7四歩と突こうってことでしょうか。5五歩と突く手もあるな。でも同角か。歩を突いて次7五歩出るんでね、そんなに嫌な格好ではないので、それで勝負しちゃう手もありますね。どうだろうか。今話してるのはね、7四歩に7五歩、7三歩成に7六歩で8四角に、桂馬取っといてね、やってみますか。でもねそれやっちゃった方がもう分かりやすいですよ、見た目がね。おそらく歩をついてくると思うんですけど、これで歩を打ってね、このさばき合いどうかですね。難しいですね。これは結構と金も大きいんでね。歩のって微妙なタイミング、ここに逆に桂馬を打たれる手を嫌ったってことでしょうか。角が出てきました。なるほど。いやこれは分かりましたよ。飛車を寄るとね角を成って飛車を取った時に銀取ろうってことですね。ただこれはこっちを取りますね。はい、角を取ってこれはどうでしょうか。桂馬を打っちゃうかな。これはねそんなに、現状は嫌じゃないですね。ここに逆に角打たれるの嫌なんで桂馬を打ちます。これ飛車走ると7七角があるんでね。ただねやはりこの玉が不安定なことには変わりがないので、局面難しいですね。はい、こうなって、これで角を打って、これ飛車を走ると7七角があるので角をね先着しましてね、この銀が浮いてるんで。あとねこの桂がどっちか取れるんですけど、すぐ取っちゃうとこの桂馬がいなくなったところに角打たれるのがすごい嫌なんですね。これはなるほどいい手ですね。飛車を取れば銀を取ってよしと、同角成にどちらでしょうか。同桂か同飛車でねさばこうと。相手の方非常に振り飛車にね指し慣れてる感じですね。ただ今同桂ですと飛車走れたので同飛車で取りました。さあここら辺から難しいですね。金が取れるんですけど繰り返しなんですけど、金を取った後にね4六に逆に角を打つ手を相手の方は狙ってると思うので、そこら辺ですね。飛車を走って歩を打って歩を打つとかねもありますし、やはり角を打ってここ指してねとっても難しい。何か銀が上がるような手もやりたいんですけど、すかさずねまた2二歩と打ってこられそうなので、いやここはね迷いますね。難しいな。角を打っとく手もあるんですけどね、地道にね。どうやるのがいいかな。形勢はとってもいい勝負だと思います。これねあんなに何て言うんですか、居飛車がいいって感じもしないですね。さあどうする。飛車走って振って切り合っちゃうのもあるな。それでいきますか。ただ飛車寄って飛車引いてみたいな感じになって大変かな。これ次角打ち狙ってるんでね相手の方ね、それは気をつけないといけないです。自陣に角を打っとく手もありますね。自陣こっちに打つのとあんまり変わらないけど、迷う。いや迷いますね。難しいな。結構ねやはり王様不安定なんでね。容易ならざるですよ。ここはどうすんのがいいかな。ちょっとね長考になります。角を打つのがいいかな。と金寄って飛車なってくるような手をやってくられる可能性もあるんでね。いや飛車走る歩打つ飛車寄る飛車引く。それもねちょっとね後手を引くんでね、飛車走って振って飛車回るとかで踏み込めればいいですけど、ちょっとな危ないですかね。金上がってくるってちょっとギリギリですね。でもやってみますか。思い切ってそれをちょっとやりすぎかな。ちょっと行ってみますか思い切って。これちょっと決断の一手ですね。これはもう飛車を捨ててもいいよという踏み込みでちょっと行ってみます。うまくいくかは分かりません。ちょっと危ないリスクが高い手かもしれないです。この飛車がね結局今と金とか歩でね囲まれてて、このままこの飛車がさばけなくて終わるっていうのがねきついんですよ。なので
まあ飛車が走ってね8七歩に6六飛車と狭いところに行くと、まあ取られるリスクはもちろんこれまで回ってね勝負するんですけど、取られるリスクはあるんですけれども、なんていうんですか、その抑え込まれちゃうっていうね、まあ抑え込まれちゃうっていうことがなくなるので、という意味の勝負です。これはね勝負に出たということです、私の方は。はい、これは決断の一手でね、6七金と上がればこれ見た目で、まあ、飛車が逮捕されてるんですけど、7六歩と打ってね、まあ、勝負しようと、切り合っちゃうぞと、まあもちろん飛車が成れれば大成功ですけど、それは許してくれないでしょうね、これね。まあ6九飛車で成れればめちゃめちゃ嬉しいんですけど、まあ、相手の方もね、まあ、非常に強い方なので、まあ、6七銀ならまあ飛車引く手もあるんでね、まあ、あえて銀引くかもしれないですけど、銀を引くか金を上がるか、まあ、金上がりが一番最強手ですよね。金に上がると、まあ、飛車が捕まるんですが、私はそこで7六歩と打ちまして、同金ならば飛車を成る、同飛車なら飛車交換、飛車を取れば飛車の交換で、飛車を例えば7八とかに引けば、あ、銀引きですか。ああ、これはなるほどね。あ、はいはい、わかりました。これね4六にやっぱ角打ちたいってことですね。ただこれやっぱり金が取れるので少しうまくいきましたね。今ちょっと私のまあ捨て身まではいかないですけどね、勝負手で、まあ、飛車がこうさばけましたから、これはちょっとポイントを稼ぎましたね。はい、まあ、6七金が今最強手だったんですけど、6七金に対してまあちょっとこれはね解説戦でできればと思うんですけどね、まあ、これ角を5五に打って4六角を消します。これ飛車を成る手もあるんですけど、飛車を成ると4六にねとにかく角打ちたいということなので先着します、5五にね。まあ、これで、3七桂ならそこで、飛車を成るという読みなんですけど、それ大丈夫かな。まあ、それで歩をついてくるんでね、先まで読んだ方がいいですね。あとは飛車を回るっていう手もあるかな、ね。まあ飛車成る方が普通ですよね。さあ飛車成りますか。これで歩をついてくると思うんですよね。相手の方とにかくここに角打ちたいと。まあまだ難しいですね。まだ難しいです。そんなに少なくとも楽勝という将棋では全然ないです。相手の方非常にねしっかりしてますんで、まあ、とにかくこのね4六に角打つっていうのをね、まあ、狙ってるんでね、相手の方はね、多分歩つくと思うんですけどね。まあその時に迷いますよね。もう一回こう4六角と出て、まあ、あくまで角を打たせないようにするか、まだ7七角成同桂同竜とね、まあ駒得を重ねておいて指すか、まあそっちの方が普通ですけどね。で4六角には今度は2三玉からまあちょっと受けに回って指すということですね。まあ今のところはこう飛車を取っちゃう予定ですけれども、まあ4六にと金寄りですか。これは飛車成りを優先させた手ですね。なるほどなるほど、これはもちろんありますね。これは同金かな。で飛車を成った時に攻める手があるか。なるほどね。これはまあ飛車のさばきを優先させたという考え方ですね。まあもちろんこれもありますね。そうかそうか。さあどうするのがいいかな。まあ同金か金を寄るかですね。まあ同金ですかこれはね。で歩ですか。一転してほう、これ角って香取ろうってことですかね、将来的に。いやー深い読みですね。なるほど。いやこれね角をひねって出る手もあるけど、いやなるほどね、面白い組み合わせですね。いや飛車成る手もあったと思いますけど、飛車成る手も角が効いてるのはきつかったということで歩をついてきました。まあ角を成りますか。まあこれ王手竜取りでも、紐がついてるんでね、さあ同桂の時に4六金という手もありますね。ベタっとね手厚くここに金打っちゃう、その方がいいかな。こう角打たれたくないんでね、ここにねちょっとベタっとしてるんですけど打っちゃいますか、金ベタっと。これ面白い手ですね。桂馬取る手もあったと思いますよ。桂馬取って4六角に王様引くの手もあるんですけど、とにかくこの地点にね4六に角を打ちたい。まあこの状態だと特に王手竜取りなんで、絶対打ちたいんですけど、まあ、ここに金を打って、まあ、とにかく4六に角さえ打たせなければね、この王様がまあそこそこ安定してるんでね、まあ途中からねこの地点を巡る4六の地点を巡る攻防がね、まあ、ずっと続いてますね。で角ですか。これは桂馬を取らせないようにということで、いやー粘り強い一手ですね。なるほどね。竜を逃げとく手もあるし、同竜同金で次6八角みたいな手狙ってるんですかね。いやー相手の方もしぶといですね。非常に強いと思います。いい手ですねこの角打ちは。さあどうするのがいいかな。まあまだ難しいですね。同竜同金でまあ6八角狙ってます。金を寄っとくとかで桂馬を打ってきたりするんですかね。難しい。竜を逃げとく手もありますね。冷静に竜逃げと角打ってくるのかな。繋いできてね。なるほどね。
飛車をつないどくという手も考えられますね。その方がいいかな。飛車つないでみますか。はい。ちょっと時間もなくなってきたんで、時間との争いですね。難しいです。導入もあったんでね、導入の方が自然だったかな、これね。まあ取って取ってという構えなんですけれども、とにかくこれもね、5九角っていうのはあくまでこのラインに角打ちたいってことだったんですよ。今竜が例えば今竜飛車のところにね、8八竜って逃げると6八角打ちと打って、まあこうスナイパーのように王様を狙うと。でまあ繰り返しになるんですけど、やはりねこういう展開がこう天守角見のはね、まあ、避けられないような時があるんですね。こうね玉の頭狙われるとね、まあこういう感じがまあ怖くなければいいんですけど、やっぱり気持ち悪いですよね。気分があんまり良くないものですから、なので、まあ、天守角の自体がね、まあ、指し手が使う人が減ってるっていうのはね、まあ、そういうところがあるんですね。はい。まあ、ご覧いただいているようにね、別にこれでなんかもう負けちゃうとか、なんかすごい悪い戦法ってことではないんですけど、まあ実践的にまあ将棋を指しててね、まあこういう感じになると気持ちが悪いと、考える神経を使うというね、そこですよね。で4六手筋ですね。まあこれね金は上げちゃって指してね、強く攻めちゃってもいいけど、取って桂打って攻め合いでいければいいですけどね、ちょっとリスク高いかな。でもいっちゃいますか。もう時間もね結構なくなってるんで、もう桂取って、まあこれ金取ってくると思うんですけども、桂馬打ってね勝負でどうでしょうか。まあこの7七の竜と4六の金と、まあ、桂馬で連動してね、この3七の地点を狙ってます。ただ今金を取られてるので、その金をまた自陣に受けるといったね受けが考えられるので、まだね難しいですね。まあ何か受けた時に3三桂と1回飛ぶ手があるかな。それで、金ですか。いやこれはねどうなってんの。金を取る銀を取る同金、金を取る同銀。なるほどね。やっぱり最終的に角を打つ形ですけど、これ最善の頑張りですね。なるほどね。やっぱり金を出すとねこういう手があるのでね、これは銀を取って、さあこの時に難しいな将棋は難しいですね。これでねどうするか。金を取ると同銀で、まあそれでまた4六に角打つ手が出てくるとね、いや一進一退ですね。竜入りますか。さあ時間がなくなってきました。これ4六金に5八竜ですけど、結構怖いですよ。ここに金が来るんでね、かなり難しい勝負です。相手の方もしっかりした手を指されてますね。これで竜寄って、まあ3五から角打って金と取ってくる手があるんでね、私の王さんも危なくなってきました。金を弾いてきましたか。まあ、これは竜を逃げて、さあ時間がなくなってきましたね。いや相手の方もすごいしっかりしてますね。こんなに、しっかり刺されるとは。突金です。これ危ないですね。ようやく来たチャンスじゃないですか。これ銀打つ手があるんですよね。銀1七銀とね、それがね私は必殺手狙ってるんですけど、どうでしょうか。同香で銀打ってギリギリですね。ただ玉寄って際どいな。角打って上がって金取って同玉。いや味付けますか。いやこれね今チャンスだと1七銀打つ手があるんで、これは1七銀を狙った手です。いや1七銀すぐ打っちゃってもよかったかな。これちょっと微妙でしたね。ちょっと今ねじゃあ金引きは今度こそ銀打てますね。これは銀打って決まったかな。いやちょっと今怪しかったですね。1五歩金取られて微妙だったかもしれないです。ちょっとねこの銀打ちをね私は狙ってたんですよ。これはね詰んだっすよね多分ね。銀打って王様が打うと、そうですね詰みですね。銀打って、はい、際どい勝負でしたね。いや相手の方強い。これは本当に強いです。王様があると2九竜で1八角取って詰みですね。いや冷や汗の将棋でした。やはりこう持ち時間が短い将棋でこう王様が露出してると危ないんですよね。角打ってこの時に角なってね、この時に金が4七6の金を4七引いてくれたんで、同玉の時にねこう4七逃げれなかったんですね。これまあ解説できればと思うんですけど、これ詰みですね。際どく新勝といった感じでしょうか。ありがとうございました。厳しい将棋じゃった。ありがとうございました。いや熱戦、もう相手の方非常に強い方でしたね。
今回は天守閣を使ったんですけれども、最後の最後まで競り合いが続いてね、特に4、6の地点を巡る争いが面白かったと思うんで、解説編の方で詳しくやっていきたいと思いますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。